おはようございます。画家のギソです。今日はですね、もう超基本編のデッサンをまたお届けしたいと思います。本日もご視聴よろしくお願いいたします。もうとにかく誰でもできるデッサン、超基本編ということで、お届けしようと思うんですけど、鉛筆デッサンですね。で、今日はですね、色編ということで、色ですね。で、明るい色とかをどうやって描くのかなっていうちょっと質問とかを受けましたので、少し明るい色も踏まえて、こちらのモチーフですね。こちらのモチーフを用意しました。レモンに、これはデコポンにアポにバナナですね。どれが一番明るいんかな？バナナかな？アポが一番暗いですね。で、レモンもちょっと半切りにして、唐揚げ食べましたんで、半切りにしたのがありまして。ね、ここの白さが一番白いけども、例えばアポもいつも言うてますけど、少しね手でねういって磨いてあったらついじゃツヤやんけということで、すごいツヤも出てきて、ここのハイライトもすごく明るくなりますよね。で、これを描いていこうと思います。でもライトは、左の方から一方向で、やっていこうと思ってますけど、どういう風に。で、一般的には暗いものをどちらかというと前に持ってきてあげたら、意外と、書き込んでいきたいところなんで、書き込んでいきたいというか、暗いところからぐーっと書き込んでいったらどんどん黒くなっていくので、手前とかに持ってきがちですけども、今回はね、僕はそういうとこひねくれてるので、後ろの方に持っていこうかなと思います。お願いします。ちょっとね、バナナ一番明るいのをこっちの前に持ってきて。で、立ってるね、ちょっと重心が斜めになってるとか、斜めになってる。例えば、ハの字にしてみたりとか、こういうところですね。どうしようかね。こういう時にいろいろ動かしながらですね、モチーフをですね、少し考えてあげるんですよ。で、いつも言ってますけど、影の方、ここまで、モチーフの中に入れてあげてください。こっち行ったり、今度こっち来たりとか、こっち行ったり、こっち行ったり、バナナが手前の方にグッと来たりとかね。で、明るいところは意外と前の方に来てる。これで行きましょうか。これで行こうかなと思います。で、背景を今日は何も描かないバージョンでやっていこうと思います。で、その際に、やはりですね、リンゴとか、例えば、写真に撮って、見たら、リンゴの輪郭とかですごい強く見えるんですよ。でも絵画にした場合っていうのは、平面なんですね。写真も平面ですよね。で、人間って目が2つあるわけですよ。で、こっちの目とこっちの目で、ここのものをこうやってこっちの目とこっちの目で、ここにあるという認識をするわけですよ。そういう風に脳ってできてて、で、この平面に描く際は、立体に感がある、立体のように描かなきゃいけないんですよ。ここすごく難しくて、理解できるかどうかなんですけど、要は、そのまま写してしまったらすごく平面的になってしまったりします。で、例えば背景を今モチーフを見たら、ある程度ですね、グレートーンとかになってますよね。後ろのところとか。白いものですけどもグレートーンになってる。でも、そこを白という設定にしてる。で、なお、輪郭のとこがピタッとしてるわけじゃなくて、人間の目っていうのがね、こっち側の目とこっち側の目で見て、頭の中で再構築して、それが立体やというふうに認識してる。だからそのまま写真を写して平面から平面に写してしまうと平面になってしまうんです。で、そこで立体的な感じに描くということができないといけない。そして背景を真っ白に、するという設定にしているから、さあどうしたもんかということを少しお見せしようかなと。若干背景は描くかもしれませんけど、そのまま描くわけじゃなくてね。で、ちょっと今日はどちらかというと、それで、固有の色というのをテーマにですね、していこうかなというふうに思います。いつもご視聴よろしくお願いします。で、ちょっとね、モチーフ、本来は僕はもうこれぐらいの角度で描きたいし、絵をこうやって立てて描きたいところなんですけど、ね、そしたら位置がパッと取れて、楽なんですよ。今日はこれですね、ウォーターフォードという紙ですね。めっちゃ楽な、ちょっとやらせてください。すみません。モチーフがほぼ横の位置にあるぐらいにしてあげた方が、やっぱ形とかは狂いにくいです。で、目ん玉だけで。で、たまに僕作画動画撮ってる時首結構動いてるでしょ、こうやって。ああいうのすごい形との難しいんですよ。で、キャメラがあるからもうどうしてもですね、そのようになってしまいますけど、で、一番上はどの辺来るかなと。一番下どの辺来るかな。そしたら上よりも下の方が若干詰まっているんですね。今若干詰まっていると。で、この下詰まり病と僕言いますけど、いや、ちょっと上げてやろうと。で、左右に関しても、
今これはね、6B で描いてます。よいしょ。ね、この明るい色をどう表現するのか。ここが今日のポイントですよね。明るい色。また質感編とかもやっていいかもしれませんよね。やっぱこうやって形取ると楽やわ。すんごい楽やわ。すみません。動画的にはちょっと見にくくなっているとは思いますけど、お許しください。で、こう見て、ここまで描いていったら、よしよしよし。大体の形は出てきてきたぞという感じでしょ。ね、それで影までベネーナの影入れると、ほら、もうこんな狭なってる。ね、こっちすごい広なってる。そうなると今度はもう全部をこっち側に動かしていくんですよ。もう全部。もう、それはできないとダメ。ね、もうこれ全てにおいてこう点をずらしていくぐらいの気持ちで、まずざっくりこう動かして、アップのね、上のところもですね。よいしょ。で、影とかまで少しこう、モチーフとして考えてあげましょうということで、何センチかずつこう動かしていきました。ね。まあこう、デッサンとかがね、学校に先生がいないとかいう、学生とかも増えてきてるんですよ。今本当にね、もう非常勤の先生もなかなかこう見つからんでとかね。だからこういうふうな活動がね、多少は役立ってくれたりとかですね。もちろんこう初めてこれから絵を描くというね、中高年の皆さんでもいいですしね。そういう人に役立ってくれればと思っておっちゃんこう頑張っとるわけですよ。で、こう、まあ、柔らかめの鉛筆、まあ、2B から 3B、4B ぐらいとかね、そういったもので描いていきます。はじめはね。で、影まで描いていくと、ね、このぐらいの大きさ、このぐらいの大きさということで、このぐらいの大きさということになりました。で、このぐらいになったら、ようやく練り消しで、もう一個一個形描いていったら絶対ずれてきますから、まずこれぐらい大雑把に描いていって、余分な線を少しまず消してあげる。で、その際は練り消しでいいです。練り消し。硬い消しゴムとか使うと消しカスが出てきますので、いちいちこうね、大変なので、まず練り消しで消してください。少しこうね、うちのチビにちょっと預けたから半分ぐらいになってしまいました。よいしょ。若干こう逆光気味というか、少しこう下の方にこう、ほんの少しこう逆光気味ですね。ほんの少しですけどね、逆光気味。で、ここの隙間とかの形を見ていくんですよ。ここの隙間の形とかね。ちょっと右に寄せすぎたかな。左に寄せすぎたかな。それでもまだ動かすというね。もう大変でしょ。でも形はもう初めめちゃくちゃ大事です。この入れ方とか一つ間違うだけですごくこう、大きなマイナスになりますので、ちょっとこうやりすぎたかなと思ってるのでちょっと戻しますけど、ほんの少しこうね、こんな風にですね、おじさんでもですね、何百枚ね、何千枚と絵を描いてきてますけど、納得いかないときは絶対直す。この何分かで後々ずっと響いてきますので、もう形悪いわーと思ってずっとそれがストレスになってきたり、なんか構図、なんか気になるぞとかって思ったのがずっとこうストレスになってこう響いてきますので、こういう風に形を直してあげてください。で鉛筆のね、腹を使いながら、よいしょ。で、余分な線を少しこう消していくと。なるべくこう手とかをこう画面つかないようにしてくださいね。なるべくね。で、なるべくこうモチーフを見ながら、どうしても画面にこう出てる写真とは違うと思いますけど。で、バナナのここが一番手前とかね。まあ何でもそうなんですけどね、学でてあげてください。モチーフなりなんなりを学でる。かわいいわー言うてね。絵に描く以上はやっぱりですね、これが面白いとか、これがかっこいいとか、これが綺麗とか、なんかそういう言葉が出てくると思うんですけど、それがやっぱりこう、弱ければ弱いほどなんとなく面白くないようになっていくわけですよね。私の時代は、すごく浪人生が多い時代でした。
もう3浪、4浪、5浪、当たり前みたいな、2浪がなんか、普通やで、みたいな顔で、1浪なんかペーペーやで、みたいな感じだったんですね。で、僕は性格がとにかく悪いから、なんでこの太郎の人たち、すごい出だしとかいいんですよ。書き出しとかやっぱうまいんですよ。バババババーっと作る仕事みたいな石膏デッサンとかもものすごいうまいんですよ。でも、なぜこの人は残念なことに大学受験落ちるのかなってずっと僕は、性格がとにかく私悪いので、ね、皆さん間違わないでくださいね。本当性格悪いんですけど、なぜかなっていうのをじとーっと研究をしてみたんですね。そうすると、本当ね、愛がなくなるんですよ。毎日絵描いて、それは大変ですよ、受験生ってね。もう本当に毎日絵描いて、もう木炭デッサンなんか今ね、毎日描いたら、木炭紙、私たちの時は、厚口の木炭紙、MBM の厚口の木炭紙が、確か170円やったですけど、今、500円か600円しますもんね。そしたらね、お昼ご飯食べれますもんね。それを毎日って言うと、もう本当受験、浪人とかすると、めちゃくちゃ大変やなっていうふうに思いますけど、で、なぜかなっていうのを見てたら、自分の目から見てね、ずーっと行った時にそうなんですよ。こういうね、モチーフ一つ一つも何回も俺これ描いたことあるわという風な感じになってきて、やっぱね、モチーフに対して愛がなくなっていく。だから出だしはすごい上手なんですね。今からやる作業は出だしですね。出だしの作業ですけど。もう最後の爪の段階。ここの愛というのがね、大事ですよ。よし。ということで、影ももちろんモチーフに入れますが、かっちりこれと同じ大きさというわけで、若干こっちの方長くしておきましたけど、こういう風にね、ザクッと取れました。もうちょっとなんかリンゴが大きい気がするなとか。で、大きな作りを作っていきます。作りというのは、陰影、光、影、あとは固有色ですね。光、影、固有色。で、これはね、ベネーナですので、バナナの影とモチーフのところを今描いていってます。ベネーナの。で、タッチもやっぱり同じような右利きの人やったらこういう方向になっていきますので、可能ならば画面を回転させて、ね、例えば逆の方向のタッチとか45度90度回転させてあげて、逆のタッチとかを入れつつ、アップルからの、ごめんなさいね、発音がネイティブで申し訳ないですね。もうね、こう入れて、こう入れて、こうなって、若干、奥から来て、わかります？少しだけ逆光気味になってます。よいしょ。で、鉛筆の腹をですね、少し長く出してください。3B とか 4B とか、B 系のですね、鉛筆で、これは 3B かな。もう6B でいいわ。6B でいこう。で、形がね、少し難しいんですけどね、綺麗な球体じゃないんですよ。で、ほんの少しずつなんか形が少し変わっていて、ほんの少しだけ鋭角になってるようなところとかがあると思うんですよね。全くもっての、でここやったらもうグッと曲がってますよね。でも鋭角になってるところっていうのは、しっかりと影に入っていって、で、こういうリンゴなんかでも少し鋭角に入ってったり、ここから奥に入っていくみたいな形みたいなのが、少し見えてくればいいですけど、それ見るのが難しいですけどね。で、同様に、少しですね、影をですね、影とか色を、タッチをですね、少し複雑に。で、なんかこういうボコ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 としているようなものとか、ちょっと遊んであげてもいいかなと思いますので、少し硬いめの鉛筆とか、色が出ないあれとかで、ペンとかでこんなんしても面白いと思いますよ。やりだすときりないですけどね。つぶ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 つ。あんま効果ないかもしれませんけど、少しなんかモコ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 したような質感を回り込んでいくところは細くなって、こっちの方は丸くなっていくみたいな感じで、モコ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 こんなん書いといても、特に光影の境目ぐらいのとことかね。で、こういうところのね、中心からグー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 、こ
こう中心からね、この辺か、この辺か、グーグーグー。まあ、これは油絵家っぽいですよね。もう変な質感にこだわりすぎるというね。まあ、わかりませんけどね。こんなんね、受験でやったらダメやって怒られるかもしれませんけど、僕はこんなんすぐ遊んでしまう人でした。グーグーグー。こんなんせんでもいいですよ。でもやってみても、これ 3H です。硬いのね。グー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 。で、こういうのは硬い消しゴムで消しちゃいます。ね、なかなか消えないですけどね、鉛筆がこう紙の目の中入っててますからね。ググ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 。で、私個人的には羽ぼうきというのは結構必須じゃないかと、鉛筆デッサンをされる場合は。こうね、カモやと思いますけどね、こういったもので、シャ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 。手でやると油つきますからね。よいしょ。少しこうタッチがいろんな方向になってきて、こう複雑になってきて、固有の色が少しこう見えてきてますよね。よいしょ。ハイライトね。こうあって、ここはね、なんかリンゴの赤い色が映ってるんですよね。固有の色をどうこれだけハイトーンのものを描き分けるかというとこですけどね。まあ少しはみ出してもいいので、これやったらまだリンゴの方がもっとね、やっぱ濃くないとあかんなっていう感じで、でもある程度こう鉛筆の腹で描いていく限界値が来るんですね。もうなかなか乗らなくなってくる。こうね、光当たって反射光っていうので明るくなってるなと。少しこういろんな方向で、タッチで、少し描けてきたかなと思います。で鉛筆の、紙の表面ですね。表面にこう、鉛筆が乗っているだけの状態ですね。ぐっと筆圧とか強くすると、ね、紙の目の中入って少しこう定着感あったりしますけど、今はただ乗っているだけの状態。でこの乗っているだけの状態で、ティッシュで、こすってあげます。で、その際、こう、稜線と反射光ってあるんですけど、稜線のところを若干残しつつ、私個人的には紙のボコボコした目っていうのをあんまりこう、潰さないようにね。で、ゴシゴシって強くやるわけじゃなくて、で、こう、いろんなタッチとはね、それがこう、優しくやってあげて、こう、表面に乗った鉛筆の粉がポロポロって入っていくぐらいの気持ちでやっていく。で、側面に入っていって、ゴシゴシってやってはないです。この段階ね、特にね。で、これも側面にギューッと入っていく。これね。で、特に側面とか入っていくような奥に回っていくようなところは、まあまあすり込んだり、ちょっと強め、若干ね、強めに。あとはほんと軽めにこう、ただ、軽くほんの少しポトポトっと落とす、感覚で僕はやってます。だいぶニュアンスが伝わるかな。ね、難しいですよね。言葉のニュアンスってものすごい難しい。おじちゃんなりに頑張ってやってんだけどね。ゴシゴシってやってはないです。この段階ね、特にね。で、これも側面にギューッと入っていく。これね。
で特に側面とか入っていくような奥に回っていくようなところはまあまあすり込んだりちょっと強め、若干ね強めに、あとはほんと軽めにこうただ軽くほんの少しポトポトっと落とす、感覚で僕はやってます。だいぶニュアンスが伝わるかな。ね、難しいですよね。言葉のニュアンスってものすごい難しい。おじちゃんなりに頑張ってやってんだけどね。下手くそとか言われますけどね。まあね。で、これとこれやったら固有の色ほとんどわかんないじゃないですか。で、もう一歩頑張ると。もう一回頑張ると、こちらはと。で、これは例えば 2B の鉛筆で、6B の鉛筆で、もうちょっと頑張るぞと。で、こちらの方は少しやるんですけど、例えば、稜線とかね、のところ、光、影、反射光の間のところだけ少しこう軽めにこう触ってあげる。なんか変な丸いボコボコ出てきちゃいましたね。この辺もね、ちょっとね、こう、もう一回ね。まだちょっとね、固有の色が出てへんぞということで、で、こう接地面みたいなのはちょっとね、こう強く見えてるところはちょっと強くしておいて。これ土台を作る作業なんですね。で、この作業がやっぱり先ほどの話に戻ると、浪人生はうまいんですよ。ザッ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 とできて、おお、早いって思ってね。でもそこからなんですよ。だからその土台を作る作業から先なんですよ。で、これはもう当然のもうごとくこうできやんといかんとか感じなんですね。当時の話ですよ。もう25年以上前の話ですよ。1994年やから30年前か。30年前の話ですね。今は全然違うと思います。それは書き方、方法論みたいなのがある程度こうついてくるのは当然なんですけど、もうそれをこう飛び越えて、なんか絵ってこう見えてきたら一番いいんですよね。もうなかなかそれも僕の課題でももちろんあるんですよ。方法、こうやって書けるというのは、まあ、方法論ですよね。で、そこから一歩先にこう、入ってって、ね、全然ここ書いてなかったですね。今の段階は前に出てきてないでしょ。いいんです、それでね。まず大きな土台を作ってってます。どうしても前書けっていう風に教わりがちですけど、いや、それだけじゃないと思います。それも一つの方法ではあります。でもそれだけになってしまうと、今度背景をつけたバージョンの絵って描けなくなるんですよ。それは受験の弊害やと思いますけど、ほとんどの絵って背景ついてるはずなんですけど、油絵画以外は背景つけないデッサンとか描くんですね。それが多分多いと思います。関西の、今はちょっとわかんないですよ。僕が高校生の時は。関西のなんかこう、着色、合種かなんかとかで書く水彩の合種みたいなので書く着色の、今どうなってんのかな、入試知らないけど。それは背景つけたりとかしてましたけどね。だからこう、ほとんど背景つけないデッサンとかが多いので、油絵画ぐらいがそういうことしてますよね。でも結局絵にしたりするときって背景つけありますもんね。ほぼ全ての絵に近くね。で、2回目の、特にリンゴを、ここは軽めにしといて、特にリンゴはもっとこする。いけと、もっとこする。固有の色が少し見えてきましたね。まだまだかなという感じはしますけど、ズドンと奥に回っていく。でも本当に3回目。もうここだけはもう集中的に3回目と。ちょっとタッチもね、こういろんな方向にして、で、鉛筆をこう今寝かせて書いてますけど、もう少ししたら立てて書いていく時間が圧倒的に長くなります。私の場合はね。よいしょ。少しこう表面の模様みたいなのも描きつつ、またこすってあげたり。
で、ちょっとずつですね、鉛筆の種類を 6B から次 3B ぐらいにしていきましょうかね。3B ぐらいにこうね。で、その際もこうね、ちょっとタッチをいろいろこうするために少し方向を変えたりとかしながら、どうしてもね、こう、複雑に、そしてリンゴのですね、3B です。固有の色を出しつつもタッチを複雑にしていって、ちょっと前後関係みたいなのを出しておいて、で少しこれなんかボコボコした質感なんで、少しこう柔らかめのこの 3B みたいなんでハイライトまで描いておいて、この辺も少し一回描いておいて、よいしょ。まだここのね、黄色い中なんもしてませんよね。3B であるとか、ちょっとずつこうね、次 B ぐらい行きましょうか。6B、3B、B ね。ちょっと影のところなんて、落ちた影ね、落ちた影なんかっていうのは今こすって終わってしまってるので、少しこうですね、影のところ、これまた鉛筆を少し寝かせながらですけど、ざらついたような質感で少し描いていって、最後はもっと立てます。今ね、鉛筆の角度30度ぐらいです。終始30度ぐらいでやってます。で、余分なですね、こう。よいしょ。で、余分なちょっと線とか、描かなくていいんですよ。ああいう線とかね。皆さんに分かるようにこういう線描いてるわけですからね。いつもね。こんなの描かんでいいんですよ。よし。少しね、こう、影の色もちょっとクロスに、なってまいりました。そしてですね、僕のやり方ですけどね、もうこれもご批判ありますけども、消しゴムをね、ズボーっと切ってね。なんで切るかっていうと、結構こう、ね、使ってたら、こう、エッジが丸くなってきますけど、切ったばっかりはエッジがしっかり出てますので、で、これでちゃんと輪郭をぐーっとモチーフとか見ながらね、下に線が残ってるらそれを利用しながら、ね、これもね、ギャッと、ギャッと。もうね、これ回転させながらやらんと、ぐーアッパーの方のね、エッジを使いながら、ぐー誰やデコボンちゃんも、この野郎、バカ野郎。すいません。暴言を吐きました。ちょっとアントニオ猪木の気分になりまして申し訳ございませんでした。よいしょ。ちょっとね、入っちゃいましたね。まあまあまあ、そんなんはね、後で直しゃいいかなと。よいしょ。もちろん後でね、輪郭とかこう描いたりすればいいんですけど、とりあえずまずね、という感じでどうですか？ある程度固有の色がどうですか？なんとなくこうちょっとこれよりもオレンジ色かなとかですね、ちょっと今の段階はまだ何もしてへんけど、卵ぐらい、これやったら真っ白に近いけど、ここから色塗っていきます。これも真っ白ですけど、ここから色塗っていきます。固有の色ちょっと見えませんかね？どないですかね？でちょっとこういうところとかね、ちょっとあまり強すぎるな思ったらこう叩いたりとかして、でここからは鉛筆をもう本当に立てながら描いていくということが多くなってまいります。ちょっとね、私はこういうワンチンとかを使ってやりますけど、例えばこうちょっとしっとりしたような質感のものとかは硬いめの鉛筆とかを使って、で中心ね、こう白見えるなと思ったらこうね、でこの辺が僕は愛やと思ってるんですよね。こうおもんないね、レモンでもね、本当にこうやっぱりこう唐揚げにはレモンないとちょっと寂しいやないですか。なんかね、ちょっと脂っこさをね、おじさんには抑えてくれるような役割があると。ちょっとこう例えばしっとりしたような質感を
ちょっと硬いめの鉛筆で、演出してあげたりとか、ちょっとずつね、鉛筆立てたりとかしながらですけども、少しまだ寝かせて書いたりもしながら、ね、ここさっきね、ちょっと削りすぎたね。ちょっと硬い鉛筆とかで、こう、奥に入っていくような、よいしょ。少しこうボコボコしたような質感でね、両線、この辺にもこうちょっと見えてきましたね。ボコボコしたような質感でね、ボコ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 。HB とかでぐーっと描いてあげて、しっとりした質感と少しこう、強い濃い色とかで、紙のざらつきみたいなのをこうなくしてあげていくと。で、かつこう、艶が鉛筆のですね、なんていうのか、しっとりしたやつ。ごめんなさい、抽象的で。鉛筆という道具を使って、この固有の色、質を出していく術を僕なりに、ずっと描いてきたもんね、20何年間描いてきたおじちゃんがやってるわけですね。それが正しいか正しくないか知りません。で、ちょっと後ろの方とか奥の方意外とこうしっかり僕は書いといていいかなと思います。まあこう全体見ながらやっぱ書いていかないとね、ダメだとは思うんですけど、で、後ろの方とかもある程度こう、例えばこうヘタとかの部分とかぐーっとこう強く書いといてあげて、強く書いても周りとの色のコントラストによって奥に行ったり行かなかったりするので、ね、こういうところもね、こうぐーっと描いていって、こう設置してるところなんかある程度暗い色やけども、あとは周りの色とのコントラストとか、紙とのこの質感とのある違いとかね。少し最後の方はこう横のタッチを多めに、影はね、横のタッチをなるべく多めにしていって、自分のこう目線に近づいていけばいくほど、要は、リンゴとかを斜め上から見てるけど、上の方に行けば自分の目線の高さに近づいていきますよね。で、タッチも少しこう水平に近くしていってあげたりとかすると、ヒューッとこう上に、奥に行くようになっていくと。後ろの方ね、なるべくね、早くね、ある程度ですね。で、この輪郭とかも、手前にぐーっと見せるためには、ここの輪郭を画面の中である程度強く描いてあげる。で、あんまりやりすぎるとあれですけど、僕は殺筆とかも使って、こういう中のこう表情みたいなのを、ちょっとこう、リンゴの、これこする筆と書いて殺筆と言います。殺筆ね。で、表情をちょっと豊かにこうしながら、モチーフのですね、こういうところのこう部分とか、ボコボコしとるなっていうのをボコボコしとるなっていう感じで書いて、少しこう複雑にしてあげる。ただ鉛筆で書くだけじゃなくて、こういうこうこすったような、汚したような感じで、してあげたり、しっとりした影の部分とか、ね。でこういったところとかに少しこう表情をつけてあげたり。実は一番今苦労してるのレモンなんですよ。レモンのこの切った口が案外難しいなと思って今描いてます。後で何とかしますが。少しね、それぞれのこう固有のものが見えてきましたよね。で、黒く描いても、周りとの、先ほど言ってました、この白さに対してどういうぶつかりか。で、白さに対してどういうぶつかり方か。で、例えば今、もうね、もうちょっとしてから描こうと思ったんですけど、もうね、不安になってくるでしょうからね、時間帯的にはね。少し例えば、ここの、要は、ね、ここのヘタのところの白さとのぶつかりを、ぐーっと、ね、
よう見てね。一発決めじゃなくてもいいですよ、もちろんね。でもある程度僕はこのね、紙の凹凸がしっかりあるうちにしっかり一発決めでぐーっと決めてあげることが多いです。そうすると、もちろん書き込みもしてるわけですけど、どちらかというと書き込みよりも、ここのコントラストですよね。周りとのコントラストみたいなんで、ぐっとこう前に見えてくる。強くなってますからね。っていう風になると。よいしょ。太郎線を批判してるんじゃないですよ。本当にね、ちょっとしたことで、もうなんかこうきっかけが、もしね、この動画見てて、ね、もう何クソって思ったりとかね、すごい辛い思いしてる人いると思うんですけど、本当にほんの少しのことで変わると思うんですよ。で、そういう人たちを見てきたんで、だからちょっとこうね、例に出させてもらってるんですけど、やっぱりこう同じ環境でこうね、例えば同じ予備校で同じ先生にずっと教わってたりすると、ね、なんか先生方もしんどくなってくるしね。ほんの少しのことでそういうのがもしね、変わって。早く僕は大学とか目指してんやったら早く行った方がいいと思ってます。で、大学入るのが目標ではないので、その先に何をしていきたいかということを、やっぱですね、大学入ることが目標になっているという人もね、いていいと思うんですけどね。でも、やっぱりね、もうちょっとね、やっぱこう、クリエイティブな仕事をしていきたいという人はね、ここなんか少し荒いでしょ。なんかね、リンゴもなんかブツブツポツポツなんか書いといてもよかったですね。これね。プツ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 ね、プツ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 とか書いとけばよかったですね。で、ここの白さめっちゃ白く見えるな。全然あかんな。今の心の声聞きました。ね、出ちゃいましたけど。全然あかんなって言ってたでしょ。そこやと思うんです。別に私が素晴らしいと思ってるわけじゃないですよ。もっとここの白さがこうツヤっと出てきて、こうなんかこうねっていう風な、そういう思いが絵に乗ると。そこで試行錯誤して、なんかもうちょっとこう前に出てきたり、この白さがもうちょっと出んかなとかですね。で、このバナナなんていうのは、今 F ですね。これ F を使ってます。少し色がついていると。で、こういうのもタッチがね、いろんな複雑になってきたり、こういうので、少し硬いめのやつで、こう、グレートーンを作ってみたり。いろんな方向でね、バナナも、少し鉛筆が立ってきてます。45度ぐらい。少しこう消しゴムとかも練り消しでこう消すというより複雑にしたりですね、していくんですね。で、鉛筆を少しずつこう立てながら、最後複雑にしていくという作業をしていきます。最後ではないか。鉛筆を立てながら複雑にしていって、よく観察してあげて、どっちが暗いかな、どっちが明るいかなというのとかも見ながら、デッサンは基本だとよく言う人がいるんですけど、何の基本なのかがちょっと具体性がないですよね。僕はこうやっぱりこうなんかこうそういうこう平面に、から立体から平面に起こす際の方法論であるとか、あとは材質感とか奥行き感とか、そういったものをこう出す、やっぱ方法論を理解するっていうこと。いろんなこう、3次元から2次元に直す際の方法論を理解するっていうことがまず基本だと思います。そして何よりもほんの少しのことでいろんなことがこう変わる。
もうちょっとこうしたらとか、もうちょっとこうしたらとかですね。そういったことをなんかこう体現していくことが、ものづくりとかに携わっていく上において、ほんの少しのことで良くなったり悪くなったりとか、で、ほんの少しのことですごく良くなるとかっていう、こう、実体験みたいなのが、なんかものづくりのこう原点であって、で、それはね、アニメでも漫画でもゲームでも同じなんですけど、何でもね、アニメでもゲームでももちろんこう、伝統工芸でも、で、このほんの少し、ちょっとこう、もうちょっと右に、もうちょっと左に、もう少し明るく、もう少し暗く、ほんの少しのこう、ことを、こだわれるか。が、やっぱりこう、プロとアマチュアの差やと思うんですよね。このぐらいでいいやっていう風になるか、もっとこうかなとか、いや、こうかな。いや、こうかなってしてるのがプロですね。このぐらいでいいやっていうのはアマチュア。で、やっぱりこうね、ものづくりをするようによって、このぐらいでいいやっていうのはありません。それは趣味です。で、そういったことをこう体現していって、自分をこう、高めていくということなんじゃないかなと。っていうふうに私は今までも言ってきました。まあ、受験終わった途端もデッサンなんかやってたまるかという人も結構いますけどね。別にそれはそれで自由でいいですよ。でも、ね、やっぱ改めてやってみようとか思う人はなんかそういう意識でされてみてもいいんじゃないかなと思います。レモンかな。レモンかな。ちょっとこれレモンに見えるのにね、なんかね、なんやろね。レモンはどちらかというと少しこうつるっとしてるかなと思いますので、まあ本当にこう究極的にザラッとしてるものって何やろうね。岩とか毛糸とか。で、どちらかというとこうつるっとしてるものだったりするから、少しこう硬めの鉛筆で微妙なこうトーンをつけながら、ここのハイライトが全然レモンに見えてね。もうこの辺になってくるとね、もうちょっと意地になってますよね。なんとしても、なんとしても、ね。リンゴのですね、こう、回り込んでいるこのところもしっかりこう緊張感を持って描くんですが、常にここを見る。ね、この辺を見るんですが、常にこういうところを見る。ね、他のところを見てあげて、ちゃんとこっち出てるわっていうのをね、確認しながらやってください。この辺ができればですね、ある程度こう、後ろのとこもね、こういうところもちょっとこうしっとりした質感で回り込んでいくように描きながら、輪郭のところのぶつかりをこう見ながら、どや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 っていうのを見ながら、ね、周りの込みのところのざらつきがなくなってきて、少ししっとりしてきて、で、稜線とかも見えてきて、こう比較しながらどうやと。だから作家さんにしてみたりとかするんですよ。前に来てるからと。で、ここのところなんかもね、もっとこう前に来るように少しずつですね、こう書いてあげたり、逆さにしたりするとようわかります。と、ここのところが混線状態になってますよね。で、そういうところも、見てあげて、円辺対比法と。B? HB。ね、こちらの中とかぐいぐい書いていっていいんですけど、デコポン全然書いてへんかった。バナナも全然書いてないですけどね。後ろの方集中的に書きすぎてますけど、
レモンもちょっと種とかね、少しこう種があるよとかっていうのまでこうディティールを書き出して、ここのね、レモンのちょっとヘタの部分とかも鉛筆尖らせてですね、少し書きながら、ちょっとざらついたような、ちょっとレモンの質感が弱いね。ハイトーンで、ね、硬い HBH、あたりとかで、前後関係も出しつつ、あとは観察することと、輪郭の一番最後のところをさ、どう描くかということを、ちょっとこうですね、モチーフが、どういうこう形状をしてて、どの位置にあるかとかっていうことは、やっぱ確認しながらやらんと、平面的になってしまいますので、このあたりは注意しながら、以上、書き込んでいきました。はい。いよいよ最後の書き込みをちょっとしていこうと思います。ね、書き込みというと最後コリコリと書いていくだけのイメージですけど、ちょっとずつこう複雑にしながら、こう微妙な調子とかを探しながらね、どうなってんのかなとかっていうのを追いかけていく作業だと僕は思ってます。だからなんかこうただひたすら手数を入れてわーっていうよりは、バランスとか取りながら、前後関係取りながら、奥行き取りながら、こう、ね、タッチがこう、もうちょっと複雑になってこんかなとかですね。奥行きが出てきたかなとか。一番ね、奥の奥やけども、何もせんわけにはいかん。でも、こことのぶつかりを見て、ここ、チェックする。ここの面が、レモンの面が白く見えるということは、周りがある程度こうね、に暗い色があると。こういうところとかね。結構こう鉛筆立てて書くな時間、長いですよ。動画にするとやっぱあんまり変化がないから、どうしても僕はカットしてしまってるんですね。意外とここの時間長くやってるんですよ。タッチもね、だいぶ複雑になってきましたね。ハイライトがぐっとあると。なかなか光らんね。この辺がちょっとこう黒くなってきてるっぺねえねですねとかね。こういった感じで、複雑にしていって、最後完成といたしました。1時間多分、30分いってないぐらいだと思うんですけどね。もうちょっとやりましょうね。よいしょ。皆様のね、こう、本当にこう、初めて書く人とか、ぜひぜひこう、難しいですけどね、今日の話、ちょっと難しかったかなとは思うんですけど、何度も見ていたら、ちょっとずつ理解できてきたりとかしてくれると嬉しいですけど、もう難しいって言って、もう投げてしまわないようにですね、そういった仕事に就きたいと思ったら、こういったことは最低限必要なことやったりすると思いますし、こういったことを知っとかないとですね、自営業というか個人事業主やったらいいんですよ。画家とかね。こんなもん画家とか、こう、アーティストでとかって。でも、なんかこういったことができるできひんで、やっぱ潰しというかですね、他の業種とかにもしどうしてもこう転職したいなとか思った時、こういったデッサンとかって必要な時もあります。あったらこれは、ね、便利やったりします。オレンジ色で黄色でね、柔らかいこうなんていうかバナナのちょっとしっとりしたような質感、その辺の書き分けみたいなんと固有の色、今回のテーマでございました。
ということで、1時間半弱ぐらい書きました。いかがでしょうか。固有の色ある程度出たかな。もうここの面がね、僕の中でこう納得いってないんですけど、ある程度他のものに関しては、描き分けできたかなというふうに思います。ぜひぜひ皆さんもデッサンチャレンジされてみてはどうで、いつもこうやってね、終わろうとしてるのにこうずっとやっぱ気になるなっていうのを見てしまうのが私のこの悪い癖かなと思います。よかったら、チャンネル登録してない方、ぜひ、この動画良かったという人は、グッドボタン、よろしくお願いします。コメントください。では。チャンネル登録よろしくね。バイバイはバイバイ。バイバイ。もう一度。バイバイ。